届いたやっと届いた。やっぱり飛行機好きなんでね。今差し抜いたって大体このタイミングなんで、ファントムです。ファントム F4E 買ってみた。どんなかな。すげえ、こんな何でしょうね、これ保護用の紙、丁寧だな、やっぱりボックスはボックスっていうか、要は造形無駄ですね。造形村のプラモって僕模型離れてる間に出てきたあれなんで、F4E ファントム2先月の中頃かな、発売だったかな。でまあちょっとクレジットカードの支払いの絡みがありまして、ずっと待っておりました。タイミングを測っておりました。ずっとタイミングを待っておりまして、注文やっとしましたね。まあニューキットなんで比較的レビューみたいなことやってみようかなと思って、もうすげえやっぱり前のF4 が胴体の形状、胴体後部の形状がどうのこうのっていうのを話は聞いたことがあったんで、このキットに至って胴体のパーツを金型新しくしてっていうことで、これですね。で胴体の厚みこんな感じになってます。こんな感じですね。回収されて太くなってるよっていうことです。前のキットわかんないから僕何とも言えないんだけども、今ざっと例えばこれ開けちゃって一個一個見ていくかな。まず胴体パーツ、仮組みなんである程度形にしていこうと思いますので、なんとなく見えてくるのかなと。今ランナーに収まった状態でこんな感じですね。インテーク横リベットなんかもこんな感じで非常にいいですね。モールドがジェットノズル後部耐熱板はこんなイメージです。ここは若干奥まってるの、ちょっと奥まってる感じなのかな。水平尾翼の、取り付けパーツが尾翼の水平尾翼の角度によってこう分かれていくと、垂直尾翼上部がこのような複数ので、この後バリエーション転換何かあると思います。従来のキットこの回収って出てくるのかどうかは分かんないですけど、
でその水平尾翼はこんな感じですね。裏側から見るとスリットの部分がこういう感じで、ここにこれ補強板つくのかな。ですね、この補強板がここに乗っかってくるんですね。ここにインストもこんな袋に収まってました。デカールも全部一色体になってます。うひょすげえな。デカールの枚数が全部で383種類だから実際はもっと多いですよね。かっこいいな。あとデカールでちょっと気になったのがですね、これ入ってたんですよ。400番目のデカール。400番目のコーションデータですね。これだけ別になってて、間違って捨ててしまわないようにやばいです。気がつかなきゃビニール袋を捨ててたとこだった。デカールをしまおうと思って気がつきました。デカールのパーツ、あとランチャーレールとか、ここにホイールが来てる？タイヤと別体式ってこと？結構ね、これもコックピット内のパーツでしょうね。12番なので結構パーツはあちこち散ってますね。インストの方を見ていくと、洗濯するのはこんな感じで洗濯ができますよということで、フラップダウンなどに挑戦ということ書いてあります。キャノピア開け閉め、内側のハードポイント、外側のハードポイント、いわゆる増装とかミサイルの類ですね。前着の伸ばしができる、前円フラップ下げ、前円フラップ下げのエアブレーキ閉じ、開け閉じかな、フラップエルロン下げ、尾翼の選択、あとはエクゾストノズルの選択、あれこれ選択ができるみたいです。シートはオーソドックスな感じですね。シートのパーツ、極端に合いが悪いではちょっと今時考えにくいので、仮組みまでしなくていいかな。インスト見ながら、こうやってパーツのアップ、これシートですね。シート両サイドと、あとはシートクッションのモールドはこんな感じ。前後同じシワ加減という、それはそれでいいんじゃないかな。フェイスカーテンハンドル、ちょっとピントのちょっと時間かかっちゃって申し訳ないです。こんな感じですね。パーティングラインもあんまり目立たない、引っかかりあんまりないですね。でこの辺りはコックピット関連、シートが来て、あとキャノピーレールもこんな感じのモールド、いいね。ちょっとこの辺パイピング加えた方がいいかもしれないです。で大まかなキャノピーの壁、これが、前着の収納庫天井ですね。
インテリアの裏側です。下側。まあコックピットだけでね、ボリュームめっちゃありますね。造形村だよね。造形村のタンクなんだっけ、タンクバスターなんだっけ、あれも作りたいんですけどね。ホルタンとかも作りたいですし、めっちゃボリュームありますね。ここまで来てやっとここで、コックピットが収まりますと。インストで6項目計器板がね他のモデルとの共有パーツもあるかもしれないんで、他のモデルちょっとわかんないんですけど、こっち使うパーツですね。全着収納の天井、コックピットが収まる側なので、多分そうですね、E 型ということでフェアリングもこの枠にランナーについてるんで、コックピットに関してはこのこっちは使わないで左側を使いますよとの違いがあります。どっか違うんでしょうねどっかパッと見わかんねえや。どっか違うんでしょう。で構成が違うのかな、裏側のちょっとわかんないですね。で全着収納庫も違いは、右側が使わない方、左側が使う方ですね。ちょっとわからないわからない。間違い探しですね。ちょっと間違い探しやってみてください。間違いってわけじゃないので、どっか違うと思う。どこが違うかよくわかんないです。ファントム詳しい人はね、多分ね、これ変わんないような気もするんですよね。ただ、あんまりわかんない。わかんないけど、あえてね、指定じゃない方は使わない方がいいと思うんで、こっちから使いましょうね。で、気になってたの、ファントムのキットで僕すごく気になってるのが、この、インテーク弁の感じですね。このメッシュ感です。このメッシュ感。いい感じじゃないですかね。炭入れると、炭あんまりきっちりは入れない方がいいと思いますけどね。みんな大好きケーキ板ですね。みんな大好きケーキ板なんですけど。こんな感じです。これデカールよりも塗装の方がいいかもしれないですね。このケーキ板は。非常にモルドがきっちりしてるんで、自信のある人は塗装で、僕は今回塗装でやりたいと思います。前回トムキャットをね、デカールやったんですけど、あれデカール貼った後は塗装でやればよかったかなと感じたんで、デカール参考に塗装すればいいんじゃないですかね。デカールも複数のデカールで結構大変そう。デカール。ちなみにケーキ板のデカールはこんな感じなので、デカールの方がかっちり綺麗にはいくんですけどね。あとはデカール、メーターだけデカールから切り離して後塗るとかね、そういうパターンもあるかもしれないです。で、パイロットはね、いないですね。パイロットはいないです。
ちゃんと斜めになってるね、中で。いいっすね。いや、で、ここに及んでもまだコックピットの中は終わんないという。それから背面。背面のパーツですね。こんな感じです。で、その上がパイロン。で、今回パイロンがなんか、傾斜パイロンよくわかんないですけど、角度が、主翼に対して角度が、こう、ついてるっていう意味なのかな。これは操縦桿か。これ操縦桿ですね、ディテール。こんなディテールですよと。まあ前と後ろあるんで、後ろ操縦桿っていうのかな、あれは。いやー、それにしても薄いは水平尾翼。そういえば、これも新規金型の方になるのかな。いや、一回仮組んだ方がいいのかな、やっぱり見にくいよね。この向こう側、奥の方ですね。インテークリップ。こう見た方がいいのかな。この厚みですね、インテークリップは。で、上下のラムエアインテークはこのような感じになってます。胴体灯は多分透明パーツなのかな、これは。コックピットの横の壁ですね。多分これ隠れると思います。このでっかい押し出しの跡なんですけど、押し出しピンになるのかな、多分押し出しピンだと思うんですけど、これ多分隠れると思います。ここにこう、ケーキ板が来ると思うので、表面出るところに、ここに関しては押し出しピンはないですね。あとは組みながらチェックしていくしかないと思うんですけど。すげえな。これ後ろのジェットノズルの付け根ですね、胴体の取り合いのパーツ、ピントが例によって、あった。で、上のスリット状の穴も、まあ、モールドはこんな感じで、形がすごくかっこいいな。この辺の。プチランナーっていうか、アンダーゲートなってるんで、モールドを壊さないですね。この辺は。結構アンダーゲート多いな。これもアンダーゲートになってる。で、ドーム正面から撮ってみますか。この3番って書いてある方が真下ですね。正面系こんな感じです。ちょっとランナーについてる状態見にくいんですけど、まあ側面こんな感じですね。エンジンのパーツ、外に出しちゃうとガランドになっちゃうんで、僕はまあ中にエンジンしまいますけどね。まあ一応バルカン砲パーツになってんだね。M24。機種左右の口インテーク。あとこれがバルカン砲ですね。バルカン砲のパーツ。だからバルカン方向から中が見えると。中を覗くとバルカン砲がこんにちはしてるということですね。一応そんな正面図がここにあります。これ
機体がでっかいから仮組んでみないとね、わかんない分ではありますけれどもね、仮組むというか、もう作っちゃおうかなっていう感じですけど。インストが、確かに情報量多いわ。ていうか、イラストも綺麗だから、インスト見てて飽きないインストですね。一つの読み物として、ちょっと非常に興味深いインストです。まあ、さっきのパーツですね。で、エクゾーストが選べますよと。まああんまりね、ファントムの場合、エクゾーストを閉じても、しぼんでも違いがあんまりないんで、どっちにしようかな。逆にちょっと迷っちゃうよね。どっちにしようかな。フラップエルロンが、こう選択、開けされが効きますと。動いた状態を選べますよと。下ろすと動きが出て面白いでしょうね。で、主翼、これバリエーション展開どうなるの？まあロングノーズ型はみんな派生していくってことなんですけどね。それで、まあ、翼端とか垂直尾翼の上側とか、パーツが選択式っていうか分かれてるんですけど。いいな。アレスティングフックのこの、あとはそうね、足回りとかエンジンノズルとか見てみようかね。で、まあエンジン自体はかなり奥に引っ込むんで、前から見る分には、まあこんなモールドで十分だと思うんですよ。AMK があれをやりすぎっていうかすごかったね、あれは。ゴムの質感もこんな感じですね。で、まあ、開いたノズルと閉じたノズル、その内側とエンジンの内側も、まあこの辺りはおそらく従来の造形村のファントム、多分この辺同じだと思うんですよ。脚柱はまあ普通ですよね。普通の仕上がり。脚柱のこの扉のこんな感じのまあこうなりますよってことですね。一番機体の後ろの部分ですね。後方警戒とかくっついてるパーツで、アレスティングフックがあって、これは全脚、なんだろう、全脚伸びた状態多いですね。で、これが全脚の扉の裏側です。まあこんな感じですね。特にパーティングラインは見えない。で、まあ48なんで僕はキャノピー開けますけどね。72だったらキャノピー閉めちゃいますけど。あとパイロンですね。イジェクターラックはあるんですけど、特に爆弾関連はついてなかったよな。このイジェクターラックでミサイルのみか。まあラックだけでも十分かっこいいけどね。ブレ止めがちゃんとパーツ化されてるんで、まあ ECM ポット
が2種類と。これはまあそのパイロンの関係ですね。で、これがエジェクターラック。エジェクターラック非常にモールドが繊細なので、まあ、ただオシムラックはパーティングラインがちょっと真ん中縦に目立つんで、それをちゃんと削ってやればいいでしょ。で、ブレ止めがこれですね、ブレ止め。で、ブレ止めの爆弾とか並走に当たる側がゲートになってます。まあどっちみちここうまく新鋭が出るようにヤスリで削ってやればそれっぽくなるってことでしょうね。レールがね、ランチャーレールがかっこいいわ。中に穴が開いててくぼんでて、ざっとまあこんな感じですね。インストールの流れで見ていくと、で、まあ、こんなラダーもありますよということです。完成っていう絵がある。完成っていう絵がある。で、使用しないパーツやっぱり結構多いですね。他のキットと共有してますよということで。ロングノーズ型だから、まあ、多分日本のメーカーだから EJ とか出てくると思いますし、あとは F とか G とかあたり、結構僕も好きな機体なんで期待はしてます。機体仮面ですね。機体仮面、それから水平尾翼とかのパーツ、表面がね、ザラッとした感じ。トムキャットの時も、まあ AMK のトムキャットね、あれもザラッとした感じだったんですけど、実機の表面もなんかそんなような感じなんですよね。写真とか見ると、まあ実機僕見たことないんで近くでトムキャットは。でファントムもね、もう本当覚えてないです。高校生の頃だから、今からもう40年ぐらい前ですからね、40年以上前ですから、もう表面の感じまで覚えてないですよ。うわ、ここすげえな、ここえぐれてる感じがいいな。前円フラップのこのなんちゅうんだろう、断面の感じがすごくいい感じですね。ちょっとこれちょっとだけ1個だけパーツ2個だけちょっと見てみますか。多分ブロッケ村を作ったことある人が、ブロッケ村の F4 作ったことある人が気にされてる部分っていうのがやっぱり多分胴体だと思うんですよ。非常にディテールに凝った人だっていうのはなんとなくメーカー的にそういうとここだわるメーカーだっていうのはなんとなく、いろんなキットを見ててもね伺えるので、ちょっと今ザクッとゲートそのままです。ニッパーで切り出したまんま。まあこれ切らないとちょっとわかんないか。いや、これちょっとわかりにくいね、多分。こんなもんなのかな、こんなもん、こんな感じ、こんな感じ、
まあ今ゲートがついてるんで、ね、完全にピタッとじゃないし、ビデオ越しなんでね、多少やっぱりあれはあると思うんですけど、アップにすると多分ね、レンズの歪みが絶対入ってるんで、実際はもうちょっとまっすぐに見えてます。もうちょっと。こんな画面ほどこんなに曲がってないです。ちょっと分かりにくいですよね。どのアングルが見やすいのかな。まあ実際これ本物見てもらうしかないんですけどね。人間の目とカメラのレンズって全然違うので、歪みがかなり歪んじゃってますよ、モニターで見てても。どのアングルが分かりやすいのかな。まあでもいいと思います。僕的にはこんな感じですね。光の当たり加減でちょっと判断してもらうしかないかもしれない。ちょっとくるくる回して影の当たり方とかね、見てください。まあこんな感じですよ。でちなみに後ろからはこんな感じですね。こんな感じ。断面わかりますかね。こんな感じになってます。なんか前のがネットで見た写真、もうちょっと上の張り出しが下手ような記憶があるんですけど、なんかちょっとなだらかになってるってことですね。でちなみにで手持ちのファントム48ファントムこれしかなかったんで、古いですね。これ初版かな。出た時に買ったやつなんで、まあ9番かどうか、今の長谷川のこのキットがどうなってるかちょっとわかんないんですけど、ちょっとマスクしてました今。これとちょっと合わせてみますかね。まあ、ちなみにこれをこう合わせちゃうと、まあ雑な合わせ方ですけどね。雑な合わせ方、尾翼をつまんで、まあ後ろから見た感じですね。断面系というか、全然違うわ。反対だ。わかりますかね、この違いは。実際これビデオだとほとんどわかんないんですけど、こっち側、これ長谷川です。反射してるのでなんとなく、こっち反射しないからわかんないか。全く違います。どう判断したらいいのかな。まあ長谷川は一番後ろのこの部分がくっついちゃってるんでなんともあれなんですけど、これ加味しても若干こっちはなだらかですね。こんな感じですね。このイメージの違いですね。まあ実際には立体として見ないことにはイメージとしてつかみにくいと思うんですよ。あとはカメラはどうしても歪みが入りますしね。なんとなくわかりますでしょうか。まあ本来であれば造形村の前の F4 と比べるべきなんでしょうけど、あいにく持っていないんで、まあ手持ちの F4 を持ってきました。長谷川との比較です。今これがカメラに向けて放射線状に持ってみたんですけど、こんな感じですね。こんな感じ、この感じの差でございます。
これ割と如実に出てると思いますね。いかがでしょうかね。これはね、見てるあなたの判断になってくると思いますよ。どうしてもプラモデルっていう製品なんでね、なんでしょう、デフォルメってのは必ず入ってしまうと思います。設計している人のセンスもあるでしょうし、ただね、僕的にはどっちでもいいんですよ。どうでもいいっていうか、ファントムの形をしてれば、なんていうかな、何ミリ単位の違いっていうのはあまり気にしない方なんで、多分ね、造形村の前のファントム、J とか C とか、あの辺でも自分的には納得しちゃうと思うんですよ。じゃあ次回はこの造形村の新しいファントムの仮組みを大きなパーツだけ、細かいパーツの仮組みはしないです。胴体の主要部品の仮組みを行っていきたいと思います。長谷川の F40 作らないの？実は作ろうと思ったんですよ。作ろうと思って造形村が出てきちゃったんで、それを買っちゃいました。多分そのうち長谷川作るんじゃないかなと思ってます。それではまた。